え、もしかして、世界と世界か？あ、あれ、ここは、学校の体育館？なんで急にこんなところに、ここは誰かの思いの世界なのかな？それとも、なんで黙ってたの？わざわざ言わなくてもいいと思って。女の子の声？でも、なんだか雰囲気が、言わなくてもいいって。本気で言ってんの？ふざけないでよ！ふざけてなんかない！私だって。あ、待って、落ち着いて話を。うん、戻ってきた？でも、さっきのは一体、カイトさん！え、さきちゃん？それに、待って、知らないカイトがいる。っていうか、トウヤくんにルイまで？これは一体。まずは落ち着いて話そうじゃないか。カイトさんもそれでいいかな。それが良さそうだね。ありがとう、ルイくん。つまり話をまとめると、ここにいる4人はそれぞれ世界があり、その世界にある木を通じてここに来てしまったと。ここは君たちみんなの思いの世界だし、きっと思いの力が作用してつながったんだと思うよ。なるほど。でもさ、本当びっくりだよ。世界を知ってる人たちがこんな近くにいたなんて。私、お兄ちゃんが世界持ってたなんて、全然気づかなかった。あ、時々部屋から聞こえてきてた大きな独り言。もしかして、世界のミクちゃんたちと話をしてたとか？どうだろうね。司くんだし、正真正銘の独り言という線も捨てきれないな。あはは。それにしても、こうやって話せる日が来るなんて、すごく嬉しいよ。他の世界じゃ、僕の姿はみんなから見えないし、声も届かないから、なるほど。俺たちの世界のカイトさんとはだいぶ違うんですね。ところで、もう一つ気になっていることがあるんだけど、いいかな？気になっていること？ああ、ここに飛ばされた時、体育館で2人の女性が言い争っているのを聞いたんだ。ルイもあれ聞いたんだ。ふざけないでよってすごく怒ってて、びっくりしたな。私が聞いたのも多分同じかも。あの後、ちゃんと仲直りできたのかな？確かに、どうなったのか気になりますね。それに、見えたのは一瞬でしたが、あの場所、上高の体育館ではないでしょうか。うん。僕もそうじゃないかと思っていたんだ。どういうことだろう。僕たちが見たのは、多分、みんなとは別の思いの、おや？今の光は、見て、木の方！ほら、丸いのが2つ、バチバチぶつかり合ってる！なんか弾けて飛んでった。ごめん、みんな、ちょっと見てくるよ。僕たちも行こう。
はい。やっぱり、思いのかけらだ。この丸い玉なら世界で見たことあるよ。でもずいぶん傷だらけだね。色もくすんでしまっている。もう一つあるよ。こちらもかなり傷だらけで、色がくすんでいますね。この2つのかけらはぶつかり合っていたようだったから、そのせいかもしれないね。喧嘩でもしてたのかな。実は、みんながここへ来るときに見た光景は、みんなとは別の思いの持ち主の思いなんだ。だからこの思いのかけらたちとも、きっと関係がある。あれ？戻ってきた。それぞれの世界に戻されちゃったみたいだね。まさか、こんな形でみんなに会えるなんて。この世界はまだ不安定みたいだし、ただの偶然だったのかな。それとも、皆さん、集まってくれてありがとうございます。いえ、こちらこそ声をかけてもらえて嬉しいです。カイトさんと一緒に楽しみにしていました。待たせるのも悪いし、早速呼んでしまおうか。そうだね。では、せーの。カイトさん。やっほー、はじめまして。こんにちは。あなたがお兄ちゃんの世界のカイトさんですね。お兄ちゃんがお世話になってます。ふふ、こちらこそ、話せて嬉しいな。あれ？あ、君は感動している僕。まさかこんなところで会えるなんてね。元気だったかい？そっちも、元気そうでよかった。そっちはもう知り合いなの？僕は、トウヤくんたちの世界のカイトだよ。DJ できるよ。あと、美味しいコーヒーを入れられるし、パンケーキを作るのも結構得意なんだ。それから、すごい喋るね。ふふ、これで3人。あとは、おーい、カイト？みんな来てくれてるよ。反応がないね。だよねー。こうなると思った。みずきちゃんのところのカイトさん、忙しいのかな？こっちのカイトってば、ちょっとマイペースっていうか、我が強いっていうか。そういうことなら、無理に来てもらうのも悪い。おーい、そっちの世界の僕、出ておいでよー。ちょっと。おいでおいで。恥ずかしがらなくていいんだよ。なんたって、他にも僕がいるしね。そういう問題かな。来ませんね。もう、普通ここまで呼ばれたら来るでしょ。俺より人見知り。そういう気分じゃないのかも。もしそうなら、無理強いは良くないね。
きっと、この後も会える機会はあると思うし、そうだね。じゃあ、次のお楽しみってことで。では、お互い聞きたいこともたくさんあるだろうし、本格的に話を始めようか。世界の話、面白かったね。どこも個性的だし、見学とかできたらいいのにな。しかし、あの大きな木のある世界にもたまたま行けたようなものだからな。そうだよね。さき、どうしたの？あの世界で見た思いのかけら、あれからどうなったのかなって。喧嘩してた子たちもいたし、気になるよね。そうだね。おそらく、あの傷つけ合っていた思いのかけらの持ち主が、あの二人なんだろうな。なるほど。思いの持ち主同士が喧嘩をしていたから、思いのかけらもそれに影響されたのかもしれないね。じゃあ、二人が仲直りするまで、あの思いのかけらはぶつかり合うってこと？それはまずいよ。だって、みんなが見つけたとき、すごい傷だらけだったんでしょ？このままじゃ、もしかして割れちゃったりするのかな。そういうこともあるのかも。喧嘩してた二人って神高の人なんですよね。だったら探すことってできないでしょうか。さきさん、私なんか放っておけなくて、それにあの二人が言い合ってた時、いろんな気持ちを感じたんです。いろんな気持ち？はい。怒ってるだけじゃなくて、悲しさとか寂しさとか後悔とか、きっと望んでない、したくなかった喧嘩だったんだろうなって。探せると思うよ。本当ですか？ああ、地道な聞き込みが必要になるだろうけれど、見て見ぬふりをするのは気が引けるしね。探してみようじゃないか。みんな、はい、みんなで頑張って見つけましょう。